おはようございます。たかしです。本日は11月26日火曜日、ただいま8時12分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。現在トレーディングビューがブラックフライデーでかなり有料プランがお安くなっております。最大 70% 引きになってますので、もし有料プランをご検討されている方はこのチャンスぜひ逃さないようにしてください。7割引きなんて大きなチャンスめったにありませんので、ぜひこの機会をご利用いただくとお得だと思います。概要欄に URL を載せておきますので、そちらからご利用ください。また無料登録でも問題なく使えますので、まずは無料登録をしてみて、こういった割引プランのある時に有料に変更するっていうこともありだと思いますので、基本は無料でご利用いただけますが、有料を検討されている方は、この機会はお見逃しのないようにしてください。では、ポンド円の冷やしからやっていきます。昨日は一応陽線なんですね。若干ですが、この上髭の出た陽線にはなっております。金曜日の下落、月曜日は一旦反発というところですね。基本的には方向感なく動いているのが現状の相場ですよね。現在ここでレンジみたいになってきてますよね。なので、基本は分かりにくい動きをしている中で、大枠では上昇トレンドです。この上昇トレンドの現在は調整の下落、そしてこの調整の下落が終われば、そこから再びこういう上昇トレンドにまた戻っていくというふうに考えておいてください。ただ、結構今 GMMA の青帯の下に入ってきてますよね。こういう風な感じで。ですので、ここから上昇した場合っていうのは、GMMA の青帯がこんな感じになってきますので、上昇しても GMMA の青帯で抑えられて再び下落するっていう可能性もあります。そうするとこの辺の安値、190円付近を目指していくと考えますので、その辺の動きも見ておきたい。今は GMMA の青帯ぐらいまで一旦戻してくると、そこからの戻り売りがしやすいんですが、このまま下落していった場合は、この下落にはついていかない方がいいかもしれないですね。インジケーターは弱いですので、基本的には上値は重くなってくるので、上がったところから売っていくという戻り売りスタンスで見ておくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足は綺麗に下落トレンドを作ってますよね。基本的にはこんな感じでの下落トレンドを作ってますので、一旦の戻しを待ってからの再下落という、こういう動きをイメージしておきたいです。ただ、昨日の動きを見ても、GMMA の青帯まで戻してこれてないんですよね。例えば昨日はこういう動きをしてくれれば、そこからの戻り売りがしやすかったんですが、そこまで戻せていないってことは、一旦の上昇、もう一度こういう風な動きですよね。GMMA の青帯に戻っていく、そんな動きをイメージしておくといいと思います。もちろん、下落の勢いが強くって、このまま下落していくっていうことも考えられますので、その場合はそれについていけばいいんですが、ストキャスティクスは現在まだ下落中ですので、もしかすると本日このままこういった感じの下落が継続するかもしれません。ただし、やはり GMMA に一度戻しをつけてほしいので、理想的な動きはこういう動きですよね。GMMA の青帯ぐらいまで戻して、そこからの再下落をイメージしておくといいと思います。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯に沿って下落をしてきております。GMMA に接触しての下落ですよね。こういった下落。そして昨日はちょっと下げ渋っているんですが、GMMA の青帯に2回反発しての下落になってきてますので、本日ここからこの下落が継続するのかどうかっていうところを見ておいてください。ストキャスティクスは方向感がありませんね。4時間足のストキャスティクスが現在下落中、1時間足も一応下落中ですので、基本的には下落しやすい試合が継続していると思っておりますので、まず今本日下落から始まってますが、この下落がこの金曜日の安値、ここ 192.8 付近を明確に下抜けてくるのか、そうすると4時間足の下落トレンドが継続するという考え方になりますので、その辺の動きを見ておくといいと思います。ただ本日も下落が始まってますので、ここから乗っていくのはあまり優位性がないとは思いますので、例えば昨日の安値、ここですよね。この辺、昨日の安値を下抜けてからのこういう下落をイメージしておきたいんですが、すぐに金曜日の安値も近づいてますので、本来ですとやはり一旦の上昇を待ちたいところですね。もう一回 GMMA の青帯まで上昇して、そこからの再下落ってすると、比較的ある程度の値幅が取れるんですけれども、今ここからの下落に乗っていくと、いつ反発するかわかりませんし、すぐ昨日の安値がありますので、ここからの下落に乗っていくのは優位性がないと思いますので、一旦の上昇を待つか、それとも昨日の安値を下抜けてから金曜日の安値までの下落に乗っていくか、もしくは金曜日の安値を下抜けてからの下落に乗っていくかっていう、そんなイメージを持っておくと良さそうです。なので、アラートを仕掛けるのであれば、昨日の安値、もしくはこの金曜日の安値、そして上昇方向を見ているのであれば、ここですね、この金曜日の高値を上抜けてからの上昇についていく、こういう動き方ですね、をイメージしておいてほしいので、まずはこの水平線付近にアラートを仕掛けておくといいと思います。
ではドル円を見ていきましょう。ドル円は現在 GMMA の青帯が少し下にありますので、そこまでのこういう下落をイメージしております。基本的には上昇トレンド中ですよね。GMMA の青帯、上向きですので、上昇トレンドなんですが、その中で一旦は今 GMMA の青帯に調整の下落をしているところ、こういう感じですよね。ここからこういうようなイメージを持っておいてください。こんなに上昇できるかどうかわかりませんが、イメージとしてはそういうイメージを持っておく。ストキャスティックスももう少し下げ余地がありますので、現在地付近で下げ止まっている感じもしますので、ここでもう少し揉み合うのであれば、ここでこういう風に揉み合うのなら、ここからのもう一回上昇が考えられるんですが、もしかすると一度 GMMA の青帯付近まで下落してくるかもしれないので、そうすると152円ぐらいまでの下落が考えられます。では4時間足です。4時間足はこの水平線を意識しておくといいと思います。この水平線を抜ければ次の水平線までみたいなこんな感じですね。もちろんこの白い水平線上抜けるとこの上の方に向かっていくというそういうイメージを持っておきたいです。なので基本的にはレンジですね。4時間足の GMMA 横ばいですよね。横ばいということはレンジなので、この GMMA を挟んでこういう動き方をしてくる可能性がある。もちろん今下落方向に動き出してますので、このまま下落が継続するかもしれませんが、それはやはり水平線を見ておく方がいいと思いますので、基本は今この中でのレンジってことは方向感なく動く。本日は下落方向から始まってますが、すぐに反発したりもしやすい。昨日の動きなんかそうですよね。下がったと思ったら上がって、また上がったと思ったら下がってっていう、そういう分かりにくい動きをしているので、まずは方向感なく動くっていう前提に考えておいて、そこで騙されないためにはこういう風に水平線を意識しておく。水平線を抜ければ次の水平線までという、そういう考え方を持っておくと、騙しには引っかかりにくくなります。では1時間足です。とは言っても1時間足は下落方向を向いているんですね。GMMA の青帯下向きで下落トレンド中ではありますので、GMMA の青帯付近から現在下落してますよね。このまま下落するのであれば昨日の安値付近までの下落が考えられますし、この昨日の安値を下抜けてくると、オレンジの水平線も下抜ける可能性があるので、そうすれば先ほど4時間足で言った次の水平線までの下落をイメージしておいてください。この辺、1時間足にも赤い水平線ありますが、この辺の水平線を意識しておいて、その水平線付近、昨日ですとここ反発綺麗にしてますよね。で、金曜日なんかこの白い水平線上抜けてここで一度サポートされて上昇しようとしているんですが、そこがこう失敗になって下落している。金曜日の場合はそういう動きですよね。ここでサポートされて、ここでサポートされてね、ここから上昇しようとしたんですが、結局それが失敗で下落しているっていうところですので、こういった水平線が意識されているのがわかりますので、まずは水平線付近まで引きつけるですね。そこでの反発、もしくはそこを上抜け、下抜けてからの動きについていくのがわかりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。先週の週末動画はいろいろなトレンドラインの引き方ということで、このチャンネルで使っているトレンドラインの引き方をお話ししておりますので、トレンドラインの引き方がわからないという方はそちらの動画もご確認ください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。